こんにちは、レイムです。こんにちは、マリサだぜ。突然だが、世界最強の武器といえばなんだと思う？そうねやっぱり拳銃とかマシンガンとかじゃないの？それも強そうだよな。だが日本刀も負けてはいないぜ。そうなの？でも確かに切れ味がすごいイメージよね。その切れ味を確かめるために、その昔には実際に人を切っていたという話もあるようなんだぜ。ちょっとそれはやばいでしょ。それでは今回は、切れ味の鋭い日本刀について解説していくぜ。気になるから早く教えてほしいわ。それでは、ゆっくりしていってね。日本刀とは、日本固有の鍛冶製法によって作られた刀類の総称なんだぜ。刀剣類は、日本では古墳時代以前から製作されていたが、一般に日本刀と呼ばれるものは、平安時代末期に出現して、それ以降に主流となった反りがあり、刀身の片側に刃がある刀剣のことを指すんだ。そんなに古くから作られていたのね。日本刀は武器であるが、天皇や武士の権威の象徴、信仰の対象、美術工芸品としての側面もあり、武器として使用されなくなった現代では、美術工芸品や文化財として扱われているんだぜ。そうよね、今は銃刀法で規制されているし、博物館とかで見るイメージよね。そんな日本刀なんだが、切れ味が世界一なのは知っているか？切れ味がすごいのは知っていたけど、世界一だったのね。それでは、ここからはなぜ日本刀がよく切れるのかについて解説していくぜ。日本刀の切れ味の秘密には、3つの理由があるんだ。まずは1つ目、反りだぜ。日本刀が反りのある現在の形になったのは、平安時代中期に登場した、古刀からだと考えられている。それ以前の刀はまっすぐな刀身を持つ直刀で、主に貴族が使っていたんだ。反りのある刀の登場には、武士の台頭が大きく関係している。武士が馬に乗って戦うとき、反りがあれば、素早く刀を鞘から抜くことができるんだ。また、振り下ろした動作の流れで引き切りを行うことができ、それに切りつけた瞬間の反動を和らげてくれるんだ。この引きながら切るという動きは、まっすぐ切るよりも、小さな力で大きな効果を得ることが可能なんだ。この効果を斜面の原理というんだぜ。日本刀は反りによって、意識しなくてもこの原理を応用しているんだ。馬に乗って戦うようになったことで使いやすいように改良した結果、自然と原理を応用して切れ味の向上につながっていったのね。そういうことのようだ。二つ目は、炭素量の調整だぜ。鉄は、含まれる炭素の量が多いほど硬くなる。そこで、炭素を定着させるために取り入れられた。日本刀の製造方法が鍛錬なんだ。日本刀の原材料は、砂鉄を精錬した鋼の中でも、特に良質な玉鋼を使っているんだ。鍛錬する際には、この玉鋼を加熱して沸かし、土で平たくなるまで打ち伸ばすんだ。そしてタガネで横に切れ目を入れて折り返して重ね、再び打ち伸ばすことによって不純物を取り除き、炭素の含有量を均一化しているんだ。この一連の作業のことを、折り返し鍛錬と言うんだぜ。玉鋼は、鍛錬するほど硬くなるが、折り返しの回数が多すぎると、粘り強さが失われてしまうんだ。そのため、玉鋼が沸く時の色を見極め、音を聞き、鍛錬に最適なタイミングと回数を判断しているんだ。こういった熟練の技術の賜物なのね。最後の三つ目は、重層構造だぜ。日本刀の優れた特性を表す言葉に、折れず、曲がらず、よく切れるというものがある。しかし、この言葉には矛盾が存在しているんだ。物質は硬くなればなるほど曲がりにくくなるが、衝撃に対しては柔軟性がなくなり、折れやすくなってしまう。逆に、柔らかければ衝撃には強く、折れにくくなるが、簡単に曲がってしまうので刀身としては使えないんだ。じゃあどうすればいいのよ。そこで、日本刀は刀身の外観を覆って刃の部分を作る、革金と、刀身の芯になる芯金を、別々に鍛えて、その後組み合わせて一体化させることで、折れにくさと曲がりにくさを両立しているんだ。これにより、折れず、曲がらず、よく切れるという特性を実現した。革金は15回ほど折り曲げを繰り返して鍛え、芯金は70回ほど繰り返すと言われている。革金と芯金を一体化させる作業を作り込みといい、こうした刀工の英知もまた、日本刀の優れた切れ味のために活かされているんだ。そうだったのね。二つの素材を組み合わせて作られていたとは知らなかったわ。切れ味の良い日本刀だが、その切れ味はどうやって確かめていたかは知っているか？さっき言っていたように、人間を切っていたの？それでは、ここからは日本刀の切れ味を確かめる試し切りについて解説していくぜ。江戸時代の人々は、日本刀を実際に試し切りすることで切れ味を確かめていたんだ。試し切りは、末物切りとも呼ばれ、巻藁や畳表、青竹などのもののほか、斬首刑となった罪人の遺体を実験台にして、切れ味を検証していたんだ。やっぱり本物の人間を使っていたのね。
その方法は、台の上に複数の遺体を積み重ねて、人たちで何体まで切れるかを試していたんだ。両断した遺体銅の数によって、2都道 ?3 都道というように、刀の銘が決まり、それが中子に刻まれているんだ。歴史上で最高記録を出したのは、7都道落とし金房という日本刀だぜ。1681年、7体積み上げられた遺体に、はしごから飛び降りるように切りつけると、すべての遺体が両断されたんだ。それにより、その日本刀には、7都道切り落としの銘が刻まれたんだぜ。7体を人たちとか、ちょっと想像がつかないわね。切れ味のすごい日本刀は分かったのだけど、他にもすごい刀はあるのかしら？それでは、ここからは、名刀と呼ばれる日本刀について解説していくぜ。まずは天下五剣と呼ばれる5振りの名刀があるんだぜ。数ある日本刀の中でも特に名刀と言われる5振りの総称だぜ。まず一つ目は、同時切りだぜ。この刀は、平安時代の刀工安綱によって作られたものだ。国宝にも指定されており、現在は東京国立博物館に収蔵されている。二つ目は、鬼丸だぜ。鎌倉時代に粟田駆逐に綱によって作られた。現在は皇室の私有財産であり、宮内庁侍従職が管理しているぜ。三つ目は、三日月だぜ。この刀は、平安時代に三条宗近によって作られたんだ。国宝に指定されていて、東京国立博物館に所蔵されている。四つ目は、大伝太だぜ。平安時代に三代によって作られた。国宝に指定されていて、東京都目黒区にある公益財団法人前田育徳会が所蔵している。最後の五つ目は、数珠丸だぜ。平安から鎌倉時代に青江久志寺によって作られた。重要文化財に指定されており、兵庫県尼崎市にある本郷寺に所蔵されている。この他にも名刀が存在している。国宝の大金平だぜ。この刀は、平安時代の古備前派の刀工だった金平によって作られた。国宝に指定されており、東京国立博物館が所蔵している。現存するすべての日本刀中の最高傑作として知られ、同時切りと並び称されて、日本刀の東西の両横綱と例えられることもあるんだぜ。そして最後に紹介するのは、両刀として知られる村正だぜ。徳川家にたたったとして江戸時代には所持がご法度になった、と言われていて、両刀伝説が残っているとされているぜ。村正の要力でたたる刀は、怪しい魅力のある刀という意味では両刀の論評は必ずしも嘘ではなく、村正の特徴は力強さと鋭さにあり、その覇気のせいで両刀伝説が発生したのではないかとも言われているぜ。しかし村正というのは、ある一つの刀を指した名前ではなく、刀工の名前なんだ。村正というのは、伊勢の国、現在の三重県で活躍した戦後派の祖で、室町後期に3代続いた刀鍛冶だったようだぜ。そうだったの？知らなかったわね。名刀と呼ばれる刀は展示されているものもあるのね。実際に見てみたいわね。これらの名刀として紹介してきた刀は、すべて鎌倉時代までに作られたもので、これらの刀を古刀と呼んでいるんだ。古刀の製法は口伝によって継承されてきたものであったため、江戸時代以降の刀工たちは、この製法を再現することができていなかったんだ。そうだったのね。当時の製法がわからないなんて残念よね。しかし、2014年に河内国平という刀工が作った国平河内の神国助という刀は、現在の原料では不可能と言われていた古刀の特徴である、地紋の乱れ移りの再現に成功したんだ。それはすごいことね。現代の研究と努力の結果なのね。それでは最後に、日本の刀にまつわる風習、守り刀について解説していくぜ。日本には古くから日本刀にまつわる風習が数多く伝わってきていたのだが、その一つに大切な人を守護するために短刀を贈る習慣があったんだ。これらの短刀は守り刀と呼ばれ、誕生したばかりの子供や花嫁などの、子女に贈る場合の他に、個人の枕元や胸元に置いたりしていたんだ。そんな風習が存在していたのね。守り刀が贈られる場合には、3つの場面があるんだ。まず1つ目は、皇室における守り刀だぜ。天皇家は、古代より日本刀と深い関わりを持ってきたんだ。現代の皇室においても、皇位継承の証である三種の神器の神剣をはじめ、多くの日本刀が皇室の御物に含まれているなど、その伝統を引き継いでいるんだ。日本刀を用いる儀式の中には、試験の儀があるぜ。これは、天皇陛下から生まれた声守り刀を贈る儀式なんだ。誕生後の最初に行われる重要な儀式だぜ。この守り刀には、子供への健やかな成長を願う、天皇陛下の思いが込められているんだ。このような、守り刀を贈る習慣は、天皇家では平安時代から行われていたそうだ。子供を思う親の気持ちが伝わる素敵な習慣ね。二つ目は、花嫁に贈られる守り刀だぜ。日本では子供だけではなく、娘が嫁入りする時にも、守り刀を贈る風習があるんだぜ。
これは武家の時代からの習わしで、当時の女性は護身用の担当を、着物の帯の間に入れていたことから、女性のたしなみでもある担当が嫁入り道具となったんだ。銃刀法の施行により風化することとなったが、現代でも和装で婚礼を行う際に、花嫁衣装の小道具として用いられる会見にその名残があるんだぜ。会見は古くは男女ともに持ち歩く護身用の担当のことで、懐刀とも呼ばれていたんだ。花嫁の守り刀は現代にも残っていたのね。三つ目は、葬儀で用いられる守り刀だぜ。これは、故人を弔う際に枕元や胸元に守り刀を置くことなんだ。この風習は現代でも続いていて、葬儀用の守り刀以外にも、故人が使用していたハサミや包丁といった刃物が使われることもあるんだぜ。戦場で亡くなった武士の胸元に日本刀を置いたことや、武士が就寝時に枕元に刀を置いていたことが起源だと言われているぜ。葬儀の時にも続く風習が今にも残っていたのね。知らなかったわ。今回は、日本刀について解説してきたのだがどうだったかな？日本の伝統的な武器である刀の素晴らしさと、その技術力と工夫に驚いたわね。現代では実戦で使われることはなくなってしまったけど、その美しさから美術品としての価値があり、今でも当時のものを実際に見ることができるのはすごいことだと思ったわ。そうだよな。そして大切な人に刀を贈る風習があり、それが現代にも受け継がれていることも知れてよかったわ。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。